皆さんごきげんよう、上川薫です。ヨーロッパにおいて EU の議会選挙が行われました。その選挙結果は、右派もしくは極右と呼ばれるような勢力が議席を伸ばし、一方において人権や環境といったものを重視する勢力が減退するといった結果を招いています。特にこの流れが非常に大きくなったのがフランスで、フランスにおいてはマクロン大統領が欧州議会の選挙結果をもとにして、現在のフランス国内の議会勢力についても国民に信を問うとして議会選挙を行うと発表しています。このようなヨーロッパの動きに関しては学べるべきポイントがあるのでしっかりと押さえておきましょう。日本においてはヨーロッパを無条件に称賛し、やたらめったら何でもかんでもヨーロッパから政策を日本に取り入れるべきだと主張する人たちがいるわけですが、ヨーロッパの動きをつぶさに見ておくときに大事なのは、果たしてそれは日本にとって役に立つのか、そして日本に持ってくるときにはどのような改良を加える必要があるのか、そのことについてちゃんと考えることです。例えば今回の欧州議会選挙においては、右派もしくは極右が伸びたという話をしましたが、これらの人たちはヨーロッパ内における経済格差や物価高、そして反移民運動などで支持を広げてきた人たちです。そしてもともとはもっと過激思想を前面に出したような極右の人たちも現在ではより多くの国民からの支持を集めるような形を取るために主張もマイルドになりつつあります。例えばEU の存在は非常に危険なものであり、我が国は EU から離脱し、移民は全て排斥するんだ。受け付けないし、国内にいる人々を全て追い払うんだといったような主張などをしているところもありました。しかし現在ではそうした極端な思想では反対派も多くなることから、国内にいる移民の人たちの問題に私たちは真剣に取り組むんだ。そして私たちの意見を EU 議会において反映するんだ。そしてそのことが今の主流派にはできていないとして、これまで以上の極右から右派へと移行し、それに伴う支持拡大を図っています。では、このポイントから日本が何を学ぶべきかといえば、それは移民排斥運動とは言いますが、実際的にヨーロッパにおいて問題になっているのは偽装難民の大量の流入。これを EU として大量に受け入れたがために、各国においてもともと住んでいた人たちと全く異なる文化圏がその国において発生し、それらの文化的な衝突、経済的な衝突といったものが多くの国民にとって社会不安としてのしかかっていることです。これは人権派と呼ばれるような人たちが非常に力を持ったことにより、大量の偽装難民が豊かさを求めて EU を目指したからです。ここでポイントなのはまず第一に、元々の国において、その国の政府に迫害され、政治的に投獄され、もしくは虐殺される恐れといったものが別になかったとしても、自分の国でこのまま過ごしていたら、ずっと貧乏なままだから、給料も高いし、社会福祉制度も整っている EU に行こうというような形での生活向上型といったものが難民を隠れ蓑にしてヨーロッパを目指し、これを実際に受け入れるといったことがこれまで行われてきたのです。そしてこのような形でどんどんと人が入ってくることによって人々の不満は高まり、それが移民排斥運動、そして極右や右翼の支持拡大へとつながったわけです。日本はこの点から学べるべきことというのは非常に分かりやすいことで、日本においても少子高齢化問題があり、少子化の進行に伴って労働人口の減少といったものは非常に顕著です。そのために日本も海外からどんどんと人を招くべきだと主張している人たちがいます。特に経済界です。経済界にとって足りない労働力を補えばいいという考え方は別にどこの国においても起こっている問題で、ヨーロッパではまさに多くの難民が入ってくればそれらの人たちを労働者として受け入れればいいじゃないかという企業側の主張がありました。しかしそれによってもたらされる弊害については企業は別に考えてはいません。人手が足りないんだったら他から持ってくればいいや、そしてそのことを満たせるような政策を取ってくれるのであれば、企業としては人権を前面に出す政治家を応援する意義といったものがあったわけです。しかしその弊害は先ほども述べたように明らかで、日本もこの偽装難民の人たちをどんどんと受け入れるようなことをしてはならないというのが第一の教訓でしょう。日本にも難民の人たちはヨーロッパに比べれば桁数は少ないものの、
実際にやってきています。しかし、母国において本当に迫害されているのかといえば、非常に疑わしいような人たちもたくさんいて、しかも日本の行政側は本当に主張が正しいのかどうか検証、調査する能力が低く、審査期間が長引いて、それに伴ってずっと日本に留まってしまう人たちというのも大量になりつつあります。本当に身の危険があるぞという人たちは受け入れる道があるわけですが、そのような仲介業者などにこんな風に申請すれば日本政府は調査に手間取るか、もしくは調査を最終的には断念するような形で認めるぞといったような手口を教える人たちがいて、それらの人たちは海外の業者ですから日本政府は彼らを罰することができません。そのような日本へと潜り込ませるような指南を受けたような人たちは、やはり積極的にこれを調査し、速やかにお帰りを願うといったことは行わなければなりません。一方で勘違いしてほしくないのは、正規の手続きをちゃんと取った形での働きに来る人や、もしくは日本への帰化を進める人たちを、これを差別してはならないという点です。日本ではこうした正規の手続きを取った人が不法滞在者と同類に並べられてしまうといった問題がすでに発生しつつあり、このような問題を深刻化させないためにも、不法滞在やもしくは不法な申告に基づく入国などについて積極的にこれを取り締まり、そして再発防止として二度と入国させないなどの措置を取ることが重要となっています。ここがまさにヨーロッパから学ぶべき点で、どんどん人を入れればいいと言っている人たちに対して今の日本の行政が全く対応能力が足りていない。だからこそ強化しなければならないし、体制づくりを進めなければ、ちゃんとした手続きを取ってやってきてくる人たちも差別されてしまうといった問題は改善していかなければなりません。また、人権問題だけではなく環境問題においてもヨーロッパでは力を伸ばし幅を利かせてきたわけですが、これもまた日本はそのまま取り入れるのは危険です。例えば環境問題であれば、ヨーロッパには地の利が一つありました。それは偏西風と遠浅の海によって海上での大型風力発電がある程度見込みが立つといった利点などがあり、しかも EU 加盟国は陸続きの国ばかりであり、それらの国の電力網をつなげば、フランスのような原子力大国があれば、ある程度の自然エネルギーの不安定さといったものを十分補えるような環境があります。しかし日本の場合だと、陸地においては山がちで森林も多く、海においてもすぐに深度が非常に深いようなところばかりであり、海に大型の風力発電所を大量に並べることもできなければ、それまで利用価値のなかったような荒れ地や砂漠に大量に太陽光パネルを並べるといったこともできず、山を切り開き、そして自然破壊に伴うメガソーラー発電といった非常に環境を害する形での自然エネルギーといったかなりの矛盾を抱えることとなっています。そして周りの国は海を隔てた先にロシアや中国など電力網をつないではならないような非常に危険な国家群があり、ヨーロッパとは元々の条件が違いすぎます。ヨーロッパが何と言おうとも日本には独自のエネルギーのベストミックスを追い求める姿勢が必要であり、この点などもヨーロッパさえ見ておけば良いみたいな視野の狭い話にはついていってはならないのです。単純な話として日本においては、まずは東日本大震災のその教訓を生かした強化型の原子力発電所が徐々に整っているわけですから、再稼働をどんどんと進めれば良いですし、また最近では安全性をより高めたような小型モジュール型の原子力発電所などについても世界各国で開発研究が進められており、何も古い原子力発電所にこだわることなく、新型のより安全性の高いものを作っていくといったことも一つの選択肢なのです。そして永遠に何もそうした原子力に頼れと言っているわけではなく、原子力発電所は今あるものも見てわかるように半世紀やそれ以上使うような非常に長いものとなっています。ですからそのぐらいの先のことを見据えれば、核融合発電といったものも十分視野に入ってくることであり、未来に向けての技術開発投資といったものを続けることによって日本独自の未来といったものを築くことはできるはずです。また少し言い忘れましたが、人手不足問題への解決のためには当面は労働者を海外から招くといったことも必要ではあるでしょう。しかしそれはあくまでも働いている期間だけ日本にいて、その後はどうぞ母国へお帰りくださいという姿勢を取り続けるべきでしょう。なぜならば私たちはまだまだ実感してはいませんが、AI の発達は非常に早いものであり、いずれはこれらのテクノロジーがより少ない人数でより多くの仕事をこなせるような社会へと発展していきます。そうした時に日本に移り住んできた人々が多い状態だと、かえって
今のヨーロッパのような移民が多すぎることによって起きる社会問題の方が日本にとっても発生し得ることであり、いずれは必要となる人数は少なくなるんだというのを前提とした労働者受け入れといったことを考えるべきなのです。そうした意味では今日本ではゼロリスク思考といったものが非常に強いわけですが、しかしある程度果敢に新しいテクノロジーについては社会導入を進めるべきでしょう。例えばアメリカや中国ではすでに無人タクシーの営業運転などが行われています。もちろんこれはある特定の地域といった形でその国全体で行われているわけではありません。しかしすでにそのようなサービスが一部導入されることによってより少ない人数で回せる社会といったものを目指す動きは発達しているのです。日本の企業はどこに投資すればよいか分からず、結局のところ何か起こったら大変だからといった形で内部留保を非常に多くしてきたといったことが問題点として指摘され続けてきました。ですからこうした企業にもっともっと研究開発、そして新しいビジネスを起こすところへとお金をつぎ込むのであれば減税もするし、また国策として押せるような分野については積極的にお金をつけるといったことなども必要でしょう。ヨーロッパでは EU 統合の結果として人権や環境問題に対する推進といったものがより力強くなったわけですが、しかし今起こっているのはそれらを推進しすぎたことによる弊害が大きくなっています。日本はその点に学んでほどほど付き合い、一方においてアメリカ型のテクノロジーを伸ばすことによる社会変革を目指すべきでしょう。ちなみにこの話をするとそんなお金は日本にはないというようなことを考えがちになるわけですが、過去の遺産をある程度当てにするというのも私は一つの手だと思います。例えば埋蔵金はもうないといったような話をする人たちもいるわけですが、少なくとも外貨準備高は非常に莫大なものとなっており、その半分でもいいから日本の政府系ファンドとして独立し、そこからの利益を日本国内へと還流させるような仕組みを取れば未来への投資はできます。というわけで今回は欧州議会における選挙において環境や人権を推し進めていたところではなく、国内の経済格差解消のために動こうとする勢力や、もしくは大量の移民がやってくることによる社会不安を解消すべきだといった声を取り上げる右派や極右が勢力を伸ばしています。ヨーロッパのこの動きから学べることは日本は実は多く、そして安直なヨーロッパ侵攻に十分と注意をしなければならないという教訓を私たちは見せつけられています。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、これからもこのチャンネルの動画を見続けてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。